人類最良の友から絶滅した巨大捕食者まで、犬科の進化が明かす驚愕の事実7選。家族で狩り、絆で生きる。彼らの物語は私たちに何を教えてくれるのでしょうか。犬、人類最良の友の誕生秘話。犬の進化は4000万年前のミアキスから始まります。この小さな肉食動物から現代の犬科全てが生まれました。3万年前、狼の一部が人間の居住地に近づきました。人の食べ残しを食べるうち、警戒心の弱い個体が生き残りやすくなったのです。これが家畜化の始まり。しかし最新の研究では2万3000年前という新説も。いずれにせよ人類史上最も成功した強進化の物語です。現在340種以上の犬種が存在します。チワワからグレートデーンまでこんなに多様な種は他にありません。驚くべきは犬が人間の表情を読み取れること。実は犬には人間の脳内をキシトシンを操る能力があるんです。子犬のような目を作る筋肉も進化しました。狼にはないこの筋肉が人間の心をつかむのです。さらに犬は300単語を理解できます。最も賢い犬では1000語も何万年ものども進化が生んだ特別な絆なのです。狼、誤解されてきた社会構造。アルファ狼という言葉を聞いたことがありますか。実はこれは間違いでした。1999年この理論を提唱した研究者自身が撤回しました。野生の狼の群れは支配階層ではなく家族なのです。リーダーは支配者ではなくただの親。子供たちを守り狩りを教える、それが真の姿です。狩りは完璧なチームワーク。追跡者、包囲者、待ち伏せ役、役割分担が明確で成功率は 30%。 狼には慰めの行動もあります。傷ついた仲間に寄り添い舐めてあげる、これは共感の証拠です。遠吠えは10キロ先まで届きます。しかも個体ごとに署名があり誰が吠えているかわかるんです。イエローストーン国立公園では狼の再導入が生態系全体を変えました。栄養カスケードと呼ばれる現象です。この社会的知能こそが犬科繁栄の理由なのです。狐、感覚の芸術家。狐は700万年前に他の犬科から分岐しました。孤高のハンターとして独自の進化を遂げたのです。最も驚くべきはマルジング。雪の下60センチのネズミの足音を聞き分け完璧な放物線を描いて飛び込みます。成功率 75%。 しかも地球の磁場を感知して狩りをするんです。北東方向への攻撃は 73% 成功、他の方向は 18%。 この磁気感覚の仕組みはまだ完全には解明されていません。目の中の特殊なタンパク質が関与していると考えられています。放物線軌道の計算能力も驚異的。ジャンプの角度、速度、距離を瞬時に計算します。さらに数百箇所の食物貯蔵場所を記憶。縦長の瞳孔で暗闇でも見え柔らかい肉球で足音を消す。トシキツネはリアルタイムで進化中です。人間との共存で行動パターンが数世代で変化しています。タヌキ、柔軟性の達人。タヌキは犬科で唯一の冬眠動物といっても完全な冬眠ではありません。厳冬期には体温を数度下げて代謝を抑える中途半端な冬眠。暖かい日には起きて食べ物を探します。秋には体重が 40% 増加。脂肪を蓄えて冬に備えるのです。500万年前にアジアで進化した独自の戦略です。300種類以上の食物を食べる雑食を果実、昆虫、小動物、魚、さらにはゴミまで道具使用の可能性も報告されています。一種を使って貝を割る行動が観察されました。タメクソ上はタヌキの SNS、 同じ場所にクソをすることで情報交換をします。誰がいつここを通ったか、健康状態はどうか、全てわかるのです。複数つがいがコミュニティを形成することもこの柔軟な社会構造が都市でも生き延びる秘密です。ジャッカル、小型の戦略家。ジャッカルは300万年前に犬科から分岐しました。つがいは生涯を共にし協力して狩ります。一方が注意を引きもう一方が襲う。この連携プレーで自分より大きな獲物も仕留めます。腐肉も食べる日和見主義者。ライオンの食べ残しを素早く奪います。危険ですが効率的な戦略です。驚くべきことにジャッカルは獲物の鳴き声を真似る音響的欺瞞を使います。子供の鳴き声で親をおびき寄せるのです。最近ヨーロッパへの急速な拡大が観察されています。気候変動と人間活動が新しい生息地を開いたのです。興味深いことに過去に狼と交雑していたことが判明しました。遺伝子解析で明らかになった進化の秘密です。リカオン、協力の極致。リカオンは最も利他的な動物と言われます。狩りの後仲間に食べ物を吐き戻して分け与えるのです。老いた個体、怪我をした仲間、子供たち全員に食べ物が行き渡るまで強い個体は待ちます。狩猟成功率 80%。 肉食動物で最高。
心臓が 30% 大きく、持久力が違います。獲物を何キロも追い続けるのです。くしゃみ投票で民主的に狩りを決めます。くしゃみの数が一定数を超えると群れは行動を開始。しかも優位な個体のくしゃみは重みが違うんです。重み付き投票システム、まるで人間社会のようです。体の模様は指紋のように全て違います。個体識別が可能なほどユニークなのです。死んだ仲間への葬儀行動も観察されています。仲間の周りに集まり鼻でつつき、数時間そばを離れません。でも今、絶滅危惧種、生息数は約6600と、南アフリカでは回復成功例もありますが、強力と個性を持つ彼らを守らなければなりません。ダイアウルフ、絶滅が教える教訓。12万年前から1万年前まで北米で繁栄した巨大捕食者。現代オオカミより 20% 重く、強靭な顎で骨を砕きました。ラブレアタールピットでは4000体もの化石が発見されました。なぜこんなに多いのか。罠にはまった獲物を襲おうとして、自らも穴に仲間をつけようとして、次々と社会性が裏目に出たのです。治癒した骨折の痕跡も見つかっています。これは仲間への世話の証拠。狩りができない個体も生き延びていたのです。2021年の衝撃研究。ダイアウルフは570万年前に分岐した別系統でした。染色体構造が違い、他のイヌ科と交雑できなかったのです。絶滅の渦。大型獣の絶滅で獲物が減少、遺伝的多様性も失われ、適応できず消滅しました。最後の個体は仲間もいない、獲物もいない世界で孤独に死んでいったのでしょう。強さだけでは生き残れない、これが進化の教訓です。犬か七種の物語。人間と絆を結んだ犬、家族で生きる狼、感覚の芸術家キツネ、柔軟性のタヌキ、戦略家ジャッカル、強力の達人リカオン、そして絶滅したダイアウルフ。進化が教えてくれること、それは強さより協力、硬直より柔軟性、孤立より絆。リカオンは今私たちの助けを必要としています。彼らの物語が途絶えないように、次回は海の哺乳類、クジラ、イルカ、アザラシの驚くべき進化をお届けします。チャンネル登録お願いします。